皆さん、こんにちは。今回は、EduBlock でデータ分析入門と題して、初心者の方でも簡単にプログラミングとデータ分析を始められる方法をご紹介します。プログラミングの難しそうな英語の壁を越えて、パズルを組み立てるような感覚で楽しく学んでいきましょう。このビデオを見れば、きっとあなたも自分の手でデータを扱えるようになりますよ。プログラミングで多くの初心者が挫折するのは、実は計算の論理ではなく、正しい記号や綴りといった構文のルールです。このビデオの目的は、そのタイピングの壁を取り払い、皆さんの頭の中にある分析の論理を直接プログラムに変換することです。純粋な分析の楽しさを体験していきましょう。そこで役立つのが、ブラウザだけで動くEduBlockです。これはブロックをドラッグするだけで、本物の Python コードを自動生成してくれる翻訳機のようなツールです。面倒なインストールや環境構築は一切不要。世界最大級のデータサイエンス企業が提供する環境で、本格的なデータ分析の第一歩を踏み出せます。なぜEduBlockなのでしょうか。スクラッチは子供向けで分析には不向きですし、プロ向けのツールは操作の難易度が高いものです。EduBlockはその中間に位置し、直感的な操作性と本格的な分析力をつなぐ架け橋となっています。初心者からステップアップしたい方にぴったりの環境です。EduBlockの始め方はとても簡単です。まずはブラウザで edublockс.org にアクセスし、アカウントを登録してサインインしてください。あとは、スタートコーディングをクリックするだけで、あなた専用のプログラミング環境がすぐに立ち上がります。スマホのアプリを使い始めるような手軽さで始められますよ。サインインができたら、新規プロジェクトを作成しましょう。EduBlockでは、HTML やデバイス制御など、多様なプログラムが作成できますが、今回はデータ分析が目的ですので、Python 3を選択してください。これを選ぶことで、世界中で使われている本物の Python の世界へとつながります。プロジェクトの設定も簡単です。わかりやすい名前をつけたら、モード選択でブロックを選び、作成ボタンを押すだけです。これでブロックを使ってコードを組み立てるキャンバスが用意されました。それでは、早速データ分析のプログラムを作っていきましょう。操作画面の説明です。左側にカテゴリー別のブロックが並んでおり、これを中央のエリアに配置していきます。右側の領域には、ブロックと連動して、本物の Python コードが瞬時に生成されます。ブロックを動かすだけで、プログラミングの構造を視覚的に学べるのが、この画面のポイントです。こちらは、平均値を計算するプログラムです。リストにデータを入れ、ループ処理で合計を求め、個数で割って平均を出します。コードにすると難しく見えますが、ブロックをつなげる順番を考えるだけなので、論理の組み立てを直感的に行えることがわかるはずです。それではブロックプログラムを作っていきましょう。初期画面がスタートコードヒアのブロックしかありませんけども、この下に追加していきます。まずデータを入れる変数を用意します。バリアブルズっていうのを押します。ここで Create Variable で変数を定義します。例えばデータという風にして OK で押すとこのような形になります。で、ここにこういう形で、追加します。ここに、変数、データを追加していきましょう。リストとして追加していきます。これを使っていきます。リストのこちら。これを追加しましょう。で、ここで、データ。例えば160。そして、ここで165。ここで170。で、プラスして、172。で、もう一つ追加しましょうか。168。こういうような形で追加します。そうすると、これがデータというのがリストとして、定義されます。次に、ここの合計値を求める変数を用意しましょう。トータルにしましょう。
で、トータルイコール0で定義してやって、ここで全部を合計するループですね。これを使いましょう。for i から、リストの最後まで取り出してやります。で、データを取り出してやって、トータルに加算していきます。これを、トータルに加算していきます。これですね。そして、ここを、複製して、という形で、トータルに、これを160、165というような形で全部トータルをに、加算していくわけですね。そして平均値を求めましょう。ここで、平均値、ミンで、ここで、ミンは、ここのトータル割る、ここで演算して、これですね、数式で、トータルで割り算します。そしてここがデータ個数。で、個数を計算する関数がないので、ここで、これを使います。ここで、この中がデータ。データの個数。これで平均値が出ますので、それを表示するということにします。表示。で、ここで、これを使って、ここに平均値イコールと書いて、ここで、こういう形で入れます。すると、これがブロックプログラムをテキストベースのプログラムに変換したのがこちらになります。そして、こちらですね。run を押すと実行されます。こういう形で実行されるということですね。で、トータルも表示しようとしたら、ここで、追加してやって、ここをトータルにしてやって、こういう形にします。そうすると、クリアアウトプットというボタンがありますので、これを押します。そうすると、こう元に戻りますね。そして、これを実行するという形になります。データ分析には基本となる型があります。データの入力、処理と計算、結果の可視化、そして分析内容の解釈です。EduBlockを使えば、この一連のサイクルをブロック操作だけで体験できます。まずはこのステップをしっかりと身につけていくことが大切です。操作に慣れたら、次は補助輪を外して
テキスト編集モードへ移行しましょう。右側のパネルで直接 Python コードを編集できるようになります。ここでは標準ライブラリを読み込みます。これを使えば複雑な計算もたった1行で完了します。ブロックからコードへアップグレードしていきましょう。これがテキストベースの編集画面です。左側にコードを打ち込み、右側で実行結果を確認できます。先ほどの計算もプロが使うのと同様のコードで行います。ブロックで骨組みを作り、ここで本格的なコードに磨きをかける。この2層構造こそが分析スキルの上達への近道です。それでは Python 3のテキストベースのプログラムを作ってみましょう。こちらのホーム画面、これ表示するにはこちらのここですね。この家のマークをクリックするとこの画面になりますので、ここで Python 3、そしてプロジェクト名を入れていきます。例えば、グラフ、テスト2にしましょうか。そしてテキストオンリー、これを押します。そしてクリエイトを押すと、編集画面になります。こちらの画面にプログラムを書いていきます。例えば注釈として、ここでテキストベースプログラムにしましょうか。プログラム。そして、ここでまずは統計、を計算するモジュールをインポートします。インポート。インポート。ここで、スタティ、スティック、スタティス、ティックス。で、次にデータを設定していきます。データをリスト形式で、ここで、例えば165、170、135、155、180ですね。で、ここで平均値を計算しましょう。例えば、min value にしよう。で、先ほどの統計モジュールを使って、スタティ、これ使って、括弧のデータですね。同様に、今度は中央値、メディアンの値を定義して、同じような形で、ここで、メディアン、データ。あとは、これをプリントしてみましょう。プリント、括弧の、平均値。min value。同じような形で、こう、コピーして、貼り付けして、中央値。値ですね、ここで。メディアンバリュー。で、これでプログラムできたので、
これでランで実行します。するとこのような形で結果が出ます。で、ここで元に、これ自動保存されますので、元に戻るには、こっちの3本のマーク、そしてホームを押します。すると元に戻って、こういう形で、保存されます。修正したい場合は、ここをクリックしてやって、ここを修正するというような形になります。最後に、可視化ツール PyGal を紹介します。これを使えば、数字の羅列がグラフになり、一目でデータの傾向がわかるようになります。カーソルを合わせれば、数値も確認でき、データから洞察を得ることが可能になります。これこそが、データ分析の醍醐味です。ぜひ皆さんも体験してください。グラフを書くのは、たった3ステップで完了します。まずは、ライブラリの準備をしてキャンバスを用意し、次にデータを流し込み、最後にブラウザに出力します。まるで絵の具を用意して、キャンバスに絵を描くような手順で、誰でも簡単にグラフを作ることができます。こちらは実際のプログラム例です。統計ライブラリで計算をした後、PyGalで棒グラフを描画しています。数行のコードを書き加えるだけで、単なる数字の出力結果が、ご覧のようなわかりやすいグラフへと生まれ変わりました。数字が視覚的な図形に変わる瞬間をぜひ体験してください。データ分析の本質は、入力、計算、可視化を一本のパイプラインとしてつなぐことにあります。EduBlockは、この一連の流れ、全体を俯瞰して学ぶのに最適です。バラバラだったスキルを統合し、単なる数字の集まりからインサイトを導き出すエンジニアリングの世界を感じ取ってください。これで全ステップは終了です。皆さんは、分析の論理と Python の基本を習得しました。次の目標は、ブロックから卒業して本格的な環境へ進むことです。皆さんは、すでに十分な武器を持っています。恐れることなく、実際のデータを読み解く新しい世界へ、一歩を踏み出してください。